すごくこの得体と出くわすね。一木島姫捜索のために散っていたこの得体が鹿島を目指して集まってきているようです。今のうちに敵の数を減らしておいた方がいいでしょう。とはいえこの得体と遭遇するたびに戦っていると到着が遅くなってしまいますが。あ、またこの得体が現れたよ。貴様らは調査隊か。タギツ姫様に歯向かう不届き者。あれって確か天才って歌われてたムスミ清香。あなたあの人を知っているの？ええ、ムスミ清香は名門の剣術道場の娘で当時としての将来を有望視されていた天才剣術少女よ。でも鳴り物入りで戦場に出てみたら荒玉に怯えて全然使い物にならなかったの。つまり才能だけの役立たず、実戦では使えないダメとじだったってわけ。ムスミ清香がいるってことは調査隊も噂だけで案外大したことないのかもね。腹立つな。ちょっとそんな言い方は。みほのちゃん落ち着いて。ああやって挑発して冷静さを失わせるつもりなのよ。怒りに任せて突っ込んだら相手の思うツボよ。そっか、危ない危ない。それよりゆかり様のところには今もこの得体が集まってるはずだ。こんなところで油を売ってる暇はねえ。こいつらの相手は私と清香の2人で十分だ。ここは任せて先に行け。でも七の里小吹には何か考えがあるようですね。もしかすると七の里小吹もムスミ清香の件に迷いがあることに気づいているのかも。朝倉美穂のここは七の里小吹とムスミ清香に任せましょう。ミルヤさんまで。私たちの任務は折紙ゆかり様の救援です。この得体の数を減らすことに集中しすぎて到着が遅れては本末転倒です。わかりました。それじゃあ小吹ちゃん、清香ちゃん、私たちは先に行くけどすぐに追いついてね。こんな奴ら余裕だぜ。おい待て貴様ら、逃がすわけには。こっちを向け雑魚ども。私たちが雑魚ですって？今の清香に比べりゃお前らなんて雑魚も雑魚だろ。悔しいなら清香が今もダメとちか確かめてみやがれ。行くぞ清香、元ダメとちの腕前見せてやれ。ダメとじのムスミ清香に4番都知になった私が負けるなんて。いいぞ清香、やればできるじゃねえか。小吹さんありがとう。私に自信を持たせるために2人でここに残るって言ってくれたんだよね。そんなんじゃねえよ、私はまだ。おいやめろ、全部わかってるって言いなりに笑ってんじゃね久しいというほどでもないか。つい先日まで共にノロの研究をしていたのだから。だが純然なお前と最後に会ったのはもう20年も前か。20年前、相模湾岸大制約の現場で私は犠牲になった杜氏たちを前にして、どうして人はこんな簡単に死んでしまうのかと嘆いた。戦いでの負傷、そして病、どうして人はこれほどたやすく命を失うのか。以来
理不尽な世界に抗うため、私はノロの研究に全力を注いだ。聖堂に背を向け、邪道に手を染めようとも叶えたい願いがあった。しかし尊いと信じたその願いの正体は、醜くも歪んだただのエゴの極みだった。私は自分のエゴをあの子らに押し付けた。思い出話をするためだけにここで私を待っていたわけではないのだろう。ああ、お前ならこの得体を退け、一木島姫を守り抜き、私の前まで来てくれると信じていた。私を裁いてくれ、ゆかり。私は罪を犯しすぎた。もう疲れたんだ。人を救えると信じて心血を。20年を注いだノロの研究も、結局この得体の結成に手を貸しただけだった。私がノロの研究をしなければ、少女たちが明が閉じにされることはなかったんだ。柚月、許されるために死を望むなどという安易な道を選ぶな。調査隊を結成し、南無薬師影光の捜索に当たらせたのもあなたなりに谷津姫の私の暴走を止めようとしたのだろう。長年ノロの研究をしてきたあなただ。別の贖罪の方法があるのではないか。別の贖罪の方法。私にはまだやるべきことがあるというのか。なあ、ゆかりは厳しいだろう。いくら疲れたと言っても休ませてはもらえない。我もつい先ほど谷津姫に自らを差し出そうとしたが一喝されたのだ。当然だ。私の目が黒いうちは自ら死など選ばせん。うん、そこにいるのは誰だ。一木島姫、我が主の命運にお迎えに上がりました。ヨミ。クッキーとキヨカ、本当に良かったのかな。ゴフキちゃんが大丈夫って言ってたんだから問題ないわよ。二人を信じましょう。瀬戸内知恵の言う通りですね。父の里小吹と娘清香は信頼できる仲間です。二人の気遣いを無駄にしないためにも、一刻も早く折紙ゆかり様と合流し、調査隊のみんな見つけた。で、あれれ？小吹さんと清香ちゃんはどこ？もしかして別行動中なのかな？ゆいと花。調査隊のせいで活動可能なこの得体が随分減らされました。ここから先は行かせませんよ。こんな時に早くゆかり様のところに行かなきゃいけないのに。朝倉美穂の、ここは私と瀬戸内知恵に任せて先に行ってください。そんな無茶だよ。ゆいと花とは前に戦った時は5人がかりでも苦戦したのに。問題ありません。私の計算では私と瀬戸内知恵の2人でこの場にいるこの得体を全て処理することが可能です。随分と甘く見られましたね。ちいね、本当に大丈夫なの？ミルヤさんがそう言うんなら大丈夫だと思う。だから美穂ちゃんは先に行って。ちいね、ミルヤさん。分かったよ。でもすぐに追いかけてきてよね。ああ、本当に行っちゃった。2人を犠牲に1人先に進むなんて、美穂ちゃん意外と薄情なんだね。薄情なのではありません。朝倉美穂は私たちを信頼しているからこそ先に進んだのです。ミルヤ先輩、
本当に2人だけでこの状況を切り抜けられると考えているんですか？当然です。今からそれを実行します。面白い。ミルヤ先輩も冗談を言うんですね。ミルヤさん、この勝負に勝ったら私のものになってもらいますから。強い。こんなのおかしいよ。この前は5人と戦って互角だったのに、今日は千恵さんとミリアさんの2人に負けるなんて。山城結衣の疑問に対する答えはシンプルです。これまであなたたちと戦う際、私たちの剣には迷いがありました。私自身、あなたたちをこの得体にしてしまったという負い目のせいで、知らず知らずのうちに力を抑えていました。しかし私はもう自分の責任から目を背けるのはやめました。あなたたちとの戦いで手加減をしても何の解決にもならない。私がすべき本当の贖罪は、あなたたちの体からノロを消し去る方法を見つけることです。ふざけるな。ノロを取り除く必要などない。僕たちはタギス姫様に仕えることに至上の喜びを感じているんだ。そうだよ。千恵さんとミリアさんも明賀都市になろう。ノロを受け入れれば今以上に強くなれるし、タギス姫様の偉大さを理解できるよ。それは本当の強さではありません。この得体に入れば困ってる人だって苦しんでいる人だってたくさん助けられるのに。山城結衣、鈴本花、必ずあなたたちを元に戻す方法を見つけてみせます。2人ともごめんね。ちょっとの間眠ってて。峰打ちですか？うまく気絶させられたみたいだけど。心配ありません。2人とも息はあります。急いで朝倉美穂を追いかけましょう。ヨミ、私を泳がせたのか。そういうことです。あなたはいずれゆかり様と接触するだろうと尾行させていただきました。一木島姫のもとに案内していただきありがとうございました。この犬もタギツ姫の命を受け、我を確保しようとしているのか。そういうことだ。仲間を呼ばれる前にここを離れるぞ。行かせません。ゆかり様、お覚悟を。ヨミ、まさかお前と戦うことになるとはな。何をグズグズしている一木島姫。ヨミはすぐに目を覚ます。行くぞ。やれやれ、まったく人使いの荒いことよ。ゆかり、私の贖罪の方法。はい、逃げられました。ですが問題はありません。今の戦いの最中、ターゲットに荒玉をつけました。反応をたどれば一木島姫の居場所がわかります。これより私がこの得体の指揮を取り、一木島姫のもとに集結させます。報告は以上です。ヨミ、それでは失礼します、宗楽学長。
裏切り者である私を粛清しなくていいのか？一木島姫のもとに案内してくれたことで、あなたは仕事を果たしました。なるほど。裁かれることも撃たれることもない。それが私の罪か。正直、あなたのことはどうでもいいんです。でも、これだけは、汚れていると、罪人だと、あなたが自分自身を否定するのは勝手です。しかし、醜く歪んでいても、この生き方を選んだのは私たち自身。誰に裁かれる気もありません。醜く歪んでいても、か、ゆかりが言うように、私にはまだ、やるべきことが、あるのかもしれないな。ああ、ここで数を減らしておくか。私たちと遭遇するなんて運が悪かったですわね。元親衛隊の3人、折紙ゆかりの救援か。つば九郎さんとは防衛省で戦ったけど、強すぎて歯が立たなかったわ。私たちの手に負えるはずがない。何弱気なことを。私たちもノロの力を手にしたんだから、条件は同じ。親衛隊とも互角に戦えるはず。本当に勝てると思ってるならさっさとかかってくればいいのに。なんですって。まあ勝てるわけないけどね。見るから弱そうだし。おのれ、全員かかれ。注射して強くなった気になってたの？お姉さんたちはこの得体に入る前は弱かったけど、ノラを注射してちょっとだけ強くなったんでしょ？親衛隊はもともと強いんだよ。お姉さんたちが勝てるわけないじゃん。落ち着いて。一木島姫を確保すればこっちの勝ちなのよ。そうね。折り紙ゆかりを追い込んだ工場まで撤退しましょう。なんかあの人たちゆかり様がいるところまで案内してくれるみたいだね。ああ、渡りに船だな。この得体は主戦、即席の寄せ集め、戦闘技術以外も三流ですわね。指揮している高津学長に同情してしまいますが。一人で鹿島に向かって進んできたけど、鹿島のどこを目指せばいいのかな。にしてもこの得体がいっぱいいるな。どんどん集まってきてるって感じ。さっきみたいにこの得体の会話を盗み聞きしてみようかな。後から来るみんなのためになるべく情報を集めておきたいし。折紙ゆかりと一木島姫はどうなった？この先にある工場地帯に追い込んだみたい。この得体以外に近づけないよう包囲しろって命令があったわ。ゆかり様が追い込まれた。なんとかして助けに行かなきゃ。でも私一人でこれだけの人数を相手にするのは難しそう。かといって誰にも見つからずにここを取るのは無理そうだし。考えてる時間がもったいない。こうなったら強行突破だ。なんだお前は。確か朝倉美穂の。滝津姫様、申し訳ありません。やった！封
いをついたおかげで一人でも勝てた。これでゆかり様のところに。おいお前、そこで何をしているんだ。その制服、美関のこの得体ではないな。うわっ、敵の増援。ここにいた仲間を倒したのはお前か。タギツ姫様に歯向かうことは許さんぞ。この人たちとも戦わなきゃいけないの？早くゆかり様のところに行きたいのに。ちゃん、みんなで手分けして探してるのにゆかり様たち全然見つからないね。ついさっき来た茜様の追加情報によると、ゆかり様は鹿島市に向かって北上中らしいけど、もしもこのまま見つけられなかったらどうしよう。いつになく悲観的じゃないか。だって手がかりとか全然ないし、この得体の数もかなり多そうだし、いや、私だって。構えろ、カナミ。この得体だ。お前たち、江藤かなみと十条日和だな。タギツ姫様にあだなす者は容赦なく粛清する。どうやら戦うしかないようだな。手間はかかったが、この得体は追い払えたな。あ、見て日和ちゃん、この辺りの地面だけ不自然に黒くなってるよ。ああ、そうだな。何度も戦ったからわかる。ここであのさつきさんがまた荒玉を呼び出したんだよ。となると近くにある足跡はゆかり様たちのもの。日和ちゃん、とりあえず途中までは足跡をたどって追うよ。その後は勘で。いや、勘で。あ、スマホにメッセージが届いた。ねねちゃんが一木島姫を見つけたみたい。みんなと合流するよ。取り囲んで一斉に切りかかりたいけど、狭い路地に入り込んだせいで1対1で戦わざるを得ない。まさかこいつそこまで計算してこの路地に逃げ込んだの？私たちは追い込んだと思っていたけど、実は誘導されていた。へっへー、当然でしょ。全部計算だったんだよ。本当はただ追い詰められただけなんだけど、この路地意外と戦いやすい。しかも変な勘違いをされてるから、今って攻めるチャンスかも。この都市一人にいつまでも手こずっているわけにはいかないわ。もっと開けたところに撤退して体勢を立て直しましょう。あ、ちょっと待ってよ。せっかくいい場所を見つけたのに。ほのちゃん、お待たせ。いいよか、来てくれたんだ。私もいるぜ。もちろん父江とミルヤもな。父江じゃなくてちえ。それにしてもほのちゃん、一人ですごい数のこの得体を倒したのね。さっきこの得体が一人で奮闘してるやけに強い立場いるって話してたけど、みほのちゃんがことだったなんて。朝倉美穂がこの付近にいるこの遺体を引きつけたおかげで、折神ゆかり様たちがいる工場の行為は完了していないようです。ほのちゃんに先に行ってもらって大正解だったね。そこまで褒められると照れるな。じゃあこの勢いで残りのこの遺体も一気にいっちゃおっか。
大体片付けたみたいだね。折紙茜様からメッセージが届きました。折紙ゆかり様は鹿島の南にある工場地帯におり、そこに近衛隊の増援が向かっているそうです。おっせえよ、全部知ってるっての。まあまあ。そして救援隊本体として江藤かなみたちが工場地帯に向かっているため、私たちは今後工場地帯に集まってくる近衛隊を叩き、数を減らせばいいそうです。なら私たちはここにとどまって現れる近衛隊に対処すればよさそうね。任務を遂行するだけならそれでいいのですが、一木島姫の状況も気になります。朝倉美穂、ここは私たち4人に任せて偵察および救援隊本体のサポートとして折紙ゆかり様と一木島姫の様子を見てきてもらえませんか。私一人で？はい。偵察は単独で行った方が敵に見つかる危険が少なくなります。もちろん工場地帯にも近衛隊はたくさんいると思いますので、危険を感じたらすぐに戻ってきてください。わかった。よし、それじゃちょっと行ってくるよ。おい